回は伊豆旅行後編ということで、前回は朝一に繰り出してこのね港の絶品釜飯をいただきました。そんな感じで朝ごはんモチベが高めなので、今回もとある場所に朝から向かっております。ホテルの近くに神社があったので参拝してみました。今回の朝食会場はこちら。なんと安心感のある店名、おばあちゃんち。35歳以下は一律500円。そしてなんとおかわり自由。ご飯とカレー、味噌汁何杯でも楽しめます。最初に出てくるメニューはこちら。地域の野菜で作ったおかずと、カレーとお味噌汁はセルフで取るスタイルで、ご飯もセルフスタイルなんですけど、この日はなんとおひつで 1.5 合分ぐらいをいただいちゃいました。近隣の食材を使って地域のフードロス課題にも取り組んでいるみたいです。自家製スパイスの乗ったサバカレーが美味しすぎておかわりしちゃいました。気さくなおかみさんが一人で切り盛りされてるこのお店、お話ししてるうちになんだか自分の家に帰ってきたような安心感。おばあちゃんちという名前の通りのお店でした。はい、ホテルに帰ってきてサウナを朝から一発かましお仕事をしています。この日は午前中から雨が降り始めてしまって、お昼ご飯食べに行く予定だったんですけど、もう傘を差すのも難しいぐらいの豪雨。食のモチベがエベレスト級に高いこの女、豪雨くらいでランチを諦めるはずがない。雨にも負けず風にも負けず。こうしてたどり着いたアラニ御前、苦労して手に入れた分感動が大きい。お刺身もありまして、ご飯がねちょっと黄色いのは黄飯って言って、東伊豆ではお祝いの郷土料理として出されるみたいです。この美しいフォルムとボリューム感、これにお目にかかれただけでも豪雨の中来た甲斐がありました。タイのアラに、これがもう衝撃の美味しさ。伊豆稲取といえば金目鯛が有名なんですが、調理の仕方はいろいろあって、
このアラ煮はかば焼きのような甘いタレが特徴です。腹を満たしホテルに帰ってきて仕事をしています。ちょっとお腹いっぱいで眠くなっちゃってますね。コーヒー飲みながらやってます。この日はこっち現地にいる友達の家に招待してもらって、友達とかと水餃子パーティーをしました。水餃子とビール、お菓子をたらふく食べて、この日はホテルに帰りました。ちなみにお風呂は3つあって、こんな感じの大浴場と、あと露天風呂があって、朝と夜で男女が入れ替わる感じでした。朝はね、こっちの大浴場に入ってました。はい、最終日チェックアウトということで、ちょっと今更なんですけど、お部屋をぐるっと紹介すると、これ館内着はフロントで撮ったやつで、こんな感じでちょっと小上がりみたいなところがあって、ちょっと布団汚いんですけどすいませんこのぐらいの広さの和室で、ここに荷物入れというかタオルとかが置いてありました。お部屋は10畳の広さのお部屋で、1泊7000円ちょいぐらいでした。安いよね、めっちゃ。特に一人料金とかも取られなかったです。そう、景色もねすごい綺麗なんですよ。一応お部屋にバストイレはついてました。お風呂はねついてないお部屋もあるみたいです。アメニティとかドライヤー類は揃ってたので心配いらないかな。私が泊まったのはこのタイプのお部屋で、私は素泊まりだったんですけど、ご飯付きだと朝食バイキングと夕食もバイキングで食べれるみたいです。ありがとう伊藤園ホテルということで、11時くらいにチェックアウトを済ませて、早めのお昼ご飯を食べに来ました。今回食べに来たのは稲取名物肉チャーハン、その元祖のお店です。メニューに石ちゃんがいるという絶大な信頼感。来ました、待望の肉チャーハン、美味しそう。稲取の肉チャーハンは具材とご飯が混ざっていなくて、白米の上にあんかけ状の具材が乗っている感じです。実は40分ぐらい待ったんですが、そんなことどうでもよくなるぐらいの美味しさ。もう感動で手が止まっちゃってますね。私が行ったのは平日木曜日の11時過ぎぐらいだったんですけど、それでも結構もう満席で並んで駐車場もいっぱいだったので、開店と同時に行くのをおすすめします。でもね、平日の昼間から並ぶのが分かるような美味しさなので、ぜひ稲取に来たら絶対食べてください。チェックアウトしてご飯を食べてからは、この港近くにあるコワーキングスペースで仕事をしました。ドロップインで1日で1600円ぐらいだったかな。海を見ながら仕事ができるって最高ですよね。夜出発の電車の時間まで、この駅近くの喫茶店で一息小休憩と、あとちょっと夜ご飯を軽く食べに行きました。はい、ナポリタンを食
べました。初日に伊豆に来てナポリタンを食べてから、そのナポリタン熱がちょっとまた再来してしまって、最終日にも食べました。出発の電車の時間までここでマスターとおしゃべりしながら過ごしました。駅に着いてちょっとだけ一息ついて、伊豆急行に乗ってお家に帰ります。これにて3泊4日の伊豆ワーケーション一人旅行終了。ゴールデンウィークのいいリフレッシュになりました。まだまだ全国いろんなところに飛び回りたい。じゃあのー、また見てねー。